皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。東部戦線で激しい戦いが続いていたアウディーウィーカ。ウクライナ軍が包囲される危険性が高まったことにより、新しく総司令官になったシルスキー氏はアウディーウィーカからの撤退を命令しました。これに伴って前線での変化といったものも現れているわけですが、そのような象徴的な出来事が起こることによって政治的にヨーロッパ各国で危機感が高まっているかもしれません。今回はそのことについて取り上げていきましょう。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、チェコ大統領80万発の砲弾を発見し、ウクライナに渡せると発言しました。これに関して誤解も拡散しているので、実際のところどういう意味での発言なのかを解説しておきます。2、デンマーク首相、保有するすべての砲と砲弾をウクライナへ供与することを発表しました。3、アウディーウィカ、直近4ヶ月でのロシア軍の死傷者が5万人であることが発表されました。4、ナワルヌイ国死、続報、事件性なしとロシア当局が発表しました。ただし、遺体の引き渡しは拒否しています。パベル大統領、チェコはウクライナへの弾薬供給源の可能性を発見した。チェコのパベル大統領は、ミュンヘン安全保障会議でチェコは数十万発の大砲弾薬の供給源を海外で見つけており、アメリカ、ドイツ、スウェーデンなどのパートナーと資金を確保できれば数週間でウクライナに届けられる可能性があると述べた。パベル大統領は 155mm 口径弾50万発と 122mm 口径弾30万発が含まれると述べた。パベル氏は利用可能なあらゆる供給源からの武器と弾薬でウクライナを支援する必要があると述べた。ブリュッセルに本拠を置くポリティコは2月初旬、チェコが韓国、トルコ、南アフリカなどの国の兵器会社から弾薬を入手する可能性を検討していると報じた。まず、この件に関してはちょっとした誤解が拡散されました。というのも、ウクライナ情勢に関連するニュースなどを取り扱っている人の中には、このパベル大統領の発言の中身、80万発の砲弾を発見したというふうな一報が届いたことにより、これでウクライナに一気に砲弾が供給できるではないかという喜びのツイートを拡散してしまうことが起こったのです。ただし、今回ご紹介した記事にもあるように、パベル大統領が言っているのは、ある日倉庫をもう一度調べたら80万発の弾薬が見つかったという話ではなくて、世界各国には80万発の砲弾を確保できるだけの量がある。それらについてチェコは交渉可能であるという話をしているわけです。なぜこのような話をしているか、少し前段階の話を知識として入れておく必要があります。EU はウクライナに対する砲弾供与といったものを以前から決めており、そのための段取りをとっています。ただしこれには一つの条件があります。それは EU で予算などをある程度確保して兵器会社と契約を行ったのですが、その時に契約している会社というのはヨーロッパにおける兵器産業の企業が中心となっています。これはヨーロッパ各国が出したお金なのだから、そのお金はヨーロッパ域内で消費すべきだという考え方があるからです。このような話を推進しているのがフランスです。フランスとしては自国にも軍需産業がありますし、それらのお金がヨーロッパ域外へと出ることは避けたかったわけです。では、今回のチェコの大統領が言っているのは、そのような制約を外すべきだという話をしているわけです。ヨーロッパ各国においては長い間、戦争は大規模に起こることはないだろうというのを前提として軍事予算の削減が進められてきました。これに伴ってヨーロッパ各国の軍需産業はそれに合わせる形で兵器の製造能力についても縮減してきました。不要な生産設備はそれだけで維持費用が高くなりますし、そこに充てる人間についても同じく人件費などのコストが発生します。ですからヨーロッパ各国それぞれが軍事予算を削減することに伴って生産能力も縮まってきたわけです。しかしロシアによるウクライナ侵略に伴って一気に生産を加速し、それに伴って供与数を増やしていかなければならないとなったのですが、先ほども述べたように生産ラインは縮減した状態から一気にフル稼働しても生産が全く追いつかないのが実情です。一方において世界に目を向けてみれば、自国で兵器産業がなく他の国から購入する国というのはたくさんあります。世界には自国に兵器産業がない状態でも特に問題がない国というのもたくさんあるわけです。戦争がいつでも起こっているわけではありませんから、小規模に自国の軍隊向けの兵器を作るよりも買ってきた方が安いし、必要な時に必要な量だけ注文した方が良いという国の方が圧倒的に多いわけです。そのようにしてチェコの場合だと、ヨーロッパ域外に目を向ければ大量に備蓄している国もあれば、
生産能力も高い国もあるじゃないか。これらの国々と、もしくはこれらの企業と話を進めれば、80万発の砲弾を我が国だったら話をまとめることができるという話をしているわけです。ですから、ヨーロッパへ域外に目を向ければ、砲弾を大量に確保できるといったこの話を EU 加盟国それぞれが EU 域外にお金が出てもいいよねというふうに支持してくれさえすれば、話はトントン拍子に進むというわけです。このあたり政治的な話し合いとしてお金がどのように使われるかについて合意が得られるかが今後の焦点となります。次はデンマークの動き。デンマークは全ての大砲をウクライナに移転。メッテ・フレデリクセン首相はミュンヘン安全保障会議でデンマークは全ての大砲をウクライナに移転すると述べた。彼女は EU 諸国がウクライナのために十分な努力をしていないと批判した。フレデリクセン首相の言葉。ウクライナは今弾薬と大砲を我々に求めている。私たちデンマークは全ての大砲をウクライナに送ることにしました。ですが、このようなことを言って申し訳ありませんが、ヨーロッパには軍備があります。我々はまだ使用していない武器、弾薬、防空システムを持っている。それらはウクライナに引き渡すべきでしょう。開戦から2年、ウクライナがより多くの物資を確実に受け取れるようにしなければならない。陸上での具体的な支援ですと彼女は言いました。デンマークは弾薬、大砲、長距離ミサイル、無人機、F16 戦闘機についてウクライナと協議しています。デンマーク首相は短期的には EU がウクライナに必要なものを与えるべきであり、長期的にはウクライナを EU と NATO 防衛同盟に迎え入れる必要があると考えている。デンマークは F16 を供与することを発表しており、自走砲などについてもフランスから買ったカエサルをウクライナに供与するなど、これまで小さな国ではありますが、積極的にウクライナを支援しています。デンマークにしてみれば、たとえ NATO が攻撃されたとしても、ロシアと自分の国の間には、ポーランドやドイツといった大国がありますから、直接的な脅威を感じているわけではありません。ロシアと国境を接しているバルト三国やポーランドのように、身近だから脅威ではなくて、そのような物理的な距離とは関係なくロシアの脅威を強化している国が、これからヨーロッパ域内において増えるかどうかが、ウクライナの戦いにかなり影響を与えることとなります。次にアウディウィカの被害状況について。アウディウィカからの撤退については、余裕の持って撤退できた部隊もあれば、全く逆の取り残されるような形で戦いを強いられた部隊などもあり、かなり引きこもごも分かれてしまったようです。この映像では車両に乗っていることからかなり安全に脱出することができています。しかし、向かいの車両がやってこない兵士たちは仕方なく歩いて街から離れている光景なども映像に残っています。去年2023年10月10日から2024年2月17日までアウディウィカ防衛作戦においてロシア軍に与えた損失についてまとめられました。ロシア軍が受けた損失、人員が47,186人、戦車は364両、大砲システム248機、装甲戦闘車両748両、飛行機は5機を撃墜しました。直近4ヶ月ほどという非常に短い期間ではあるものの、ロシア軍による猛烈な攻撃に対してウクライナ軍がこれだけ迎撃を果たしたというわけです。なおこれがどれほどの規模かというと、ソ連によるアフガン侵攻、この時は10年間における死傷者が約6万人でした。それがわずか4ヶ月で5万人近くの死傷者が出ているわけですから、どれだけ激しい戦いがこの一つの町をめぐって起こったか示しています。そして忘れてはならないのが、こちらのロシア軍の占領している地域がどれだけウクライナにあるかを示している地図です。一つの町を落とすのに死傷者が約5万人近く出たわけですが、ウクライナの領土はまだまだたくさんあるわけで、プーチン大統領が求めるようなウクライナ全土の制圧に関しては一体何年先までかかるか、そしてどれだけの死傷者が必要かは計り知れないほどのものとなります。親ロシア派の人たちはそのような被害を全く無視してロシアは勝てるという話をしているのですが、そのような血塗られた勝利に果たしてロシアの未来があるとは私には到底思えません。最後にナワリヌイ氏獄死についての少し続報を見て今回の動画を締めましょう。ロシア当局、ナワリヌイ氏の死に事件性なしと判断。突然死症候群と説明。遺体引き渡しは拒否。ナワリヌイ氏の広報担当者は、ロシアの捜査当局がナワリヌイ氏の死に事件性はないと判断したと X で明らかにした。広報担当者は、
ロシア当局はいつも通りに嘘をつき、痕跡を隠そうとしていると指摘。ナワリヌイ氏は殺害された可能性があるとの見方を示した。ナワリヌイ氏の側近によると、彼の母親と弁護士は、同氏が死亡した刑務所を訪問した。刑務所側は死因について突然死症候群だと説明し、詳細は明かさなかったという。一方、別の弁護士が遺体を管理している捜査当局の施設を訪れたところ、検視中だとして遺体の引き渡しを拒否された。その後、調査の結果、事件性はなかったと説明されたという。一方、ナワリヌイ氏を追悼する動きは16日に続き、17日もロシア各地に広がった。警察当局による摘発も続き、ロシアの人権監視団体によると、17日までに首都モスクワや第2の都市サンクトペテルブルグなど32都市で計400人以上が拘束された。サンクトペテルブルグではナワリヌイ氏の追悼式を執り行う意向を表明していたロシア正教会の司祭が警察当局に拘束された。司祭はその後、警察施設で脳卒中を発症し、病院に緊急搬送された。司祭はナワリヌイ氏の死が発表された16日、追悼式を19日に開く意向を交流サイトで表明。警察当局は無許可で集会を呼びかける違反行為だと認定したという。一つの町を落とすのに5万人程度の死傷者が必要というのであれば、これから先もさらに多くの死傷者はもっともっと必要となることでしょう。そしてそのようなことが続けば、当然のように多くの人々が不満を内に抱えていくこととなります。ソ連によるアフガニスタン侵攻はその後のソ連崩壊を招いたと言われています。もちろん直接的にそうだとは言えなくて、あくまでもそれが引き金になったという出来事ではあるものの、今回のロシア軍によるウクライナ侵略というのは膨大な人命を失い、彼らの未来を潰し、巨額のお金もドブに捨て、失われる資源などは、だんだんとロシアという国の未来を食い潰していくこととなります。当然のようにそのようなことが続けば、不満が増えるのは当たり前のことで、都市住民の人たちは、まだ自分たちの生活が以前と変わっていないんだから問題ないやと考えているわけですが、多くの人々が失われていくことは、基本的には社会行動そのものに歪みが出ることであり、今が大丈夫だから未来も大丈夫とはならないのです。ただし、プーチン大統領としては、今のままでは問題が発生するのは間違いないと考えているからこそ、締め付けを強化しているのです。これまで皆さんにご説明したように、ロシア国内ではプーチン政権に対する批判は、それ自体が罪になります。刑務所に送られるのです。日本国内において政府批判をしたからといって、それを理由として刑務所に入れられることは基本的にはありません。ましてや毒殺のようなことも起こりませんし、乗っていた飛行機が爆発するといったこともありません。しかし、ロシアにおいてはそのようなことがよくあることなのです。政権批判の記事を書けば、その会社そのものが潰されることもあれば、記事を書いた記者が銃殺され、犯人が捕まらないまま捜査が終わるといったことも珍しいことではありません。今回、反体制派の運動家として知られるナワリヌイ氏が刑務所において獄死したわけですが、親ロシア派の人たちは、これは西側のスパイによる暗殺だ、などといった話などを持ち出しています。彼らにしてみれば、ロシアの刑務所に欧米のスパイが入り込んで毒殺することなんて簡単だ。ロシアの刑務所っていうのはザルなんだよっていう話をしているわけで、そんなわけがないというのは誰にでもわかることでしょう。そして今回のナワリヌイ氏の死亡に関しても、ロシア当局は突然死症候群という名前を出して、あくまでもこれは自然死の部類であり、事件性は全くない。ただし、遺体の引き渡しに関しては検視が終わっていないからして、引き渡すことはできないとしています。この後、ナワリヌイ氏の遺体に関しては火葬され、毒物の検出などが一切できないような状態になってから引き渡されるかもしれません。今回、立て続けに起きたアウディウェイカからの撤退表明とナワリヌイ氏の獄死というのは、ヨーロッパの方により強くウクライナ支援の必要性を感じさせる出来事として記憶されるかもしれません。ロシアという国は内側からプーチン体制を変えることができないような状態になりつつある。独裁者との力がどんどんと強まっていることを認識するでしょうし、またウクライナを支援しなければそのような戦争を継続する意志が固い独裁者のもとにロシア軍は侵略を継続する可能性が十分ある。それによって支援が足りなければウクライナ軍が苦戦し続けるという現実を目の当たりにすればロシアの脅威がいずれは
ヨーロッパ各国全体へと及ぶだろうというのも自然な流れというわけです。ただし、これは以前から何度も言いますが、それぞれの国において最も国民が注意しているのは、国内経済や国内の政治課題に対する対応策であり、安全保障や外交といったものはなかなか評価されないものです。ウクライナ支援にどれだけ各国の国民がついてくるかというのは、まだまだ状況は混沌とし続けることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また、情報の整理整頓に役立ったなという方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。